はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月の中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうって、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとか、これを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスっていうことで、それもね、別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実、1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています、10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。ではここから水亀座さんの10月までのチャレンジを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏に見えているのはマジシャンですね。はい、吊るし人の逆、そしてカップ10、ソード9、ワンド3逆、ワンド5の逆、ワンド6の逆、カップに気をつけることは対策、ワンドのプリンスですね、ナイトですね、それとペンタクスの2、そしてオラクルはワンドの4です。まずこの10月までのチャレンジっていうのは、実際に何がどうなるっていうよりも、その10月の日食に向けてどんな気づきがありますか、どんな学びを促されてますかなんですけども、まず一番言われているのは、今現在ね、水亀座の皆さんがパートナーがいらっしゃるかどうかは分かりませんが、もしいませんっていう方も、もしいますっていう方も、皆さん必ず協力者がいるからねっていうのが一つのまずメッセージです。協力者がいる、それは現実的にこの現実世界の中でいつも関わっている誰かかもしれないし、いつも会わないけれども遠くからちゃんと見守ってくれてる人かもしれないし、ものすごく実は受け入れられてますよ、守られてますよっていうのがまず一つの大きなメッセージです。そこをどれだけ信じられるかっていうのが一つのチャレンジみたいですね。そしてそこに至るまでのね、この8月9月10月までの動きっていうのが、やっぱり今現在は8月はね、ちょっと見えないところに入って、また細かい8月後半の流れはこの後すぐにアップする8月後半の動画をご覧いただきたいんですけれども、なんとなく今はちょっと身動きが取りづらいなとか、どうやったら現状打破できるかなみたいな思いがあるかもしれません。でもこれはですね、今すごく大きな学びの中にいるわけですね。その去年の10月どうだったかなって思ってみて、去年の10月難しい、でも頑張ったとか、これはどうやれば解決できるんだって思ったけどなんとか切り抜けたとか、そういう何か自分の今までのステージではなくて、次のステージに行く何か現状打破するための学びっていうものがあったんじゃないかなっていう感じがするんですね。でその時にキーポイントだったのが、自分の考え方だったりとか自分の思考によって扉が開いたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で実際にこの4月っていうのは、もしかしたらすごく目まぐるしかったかもしれないし、やることいっぱいあるみたいな現実世界での忙しさみたいな感じがするんです。去年の10月は精神的な忙しさだったり、精神的な解放のための気づき、そしてこの4月は日常の
日常でこなさなければいけないことがたくさんあったみたいなね、思考がすごく忙しいっていう感じで、それがまた今年の10月にもう一段階上がるっていうことで、その自分の専門性をもう一歩磨きますか、もう一歩外に出ますか、それともここで安泰にしときますかみたいな、そういう葛藤っていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。なので、じゃあもう一歩外に出るとか、もう一歩高みに行くってなったら、いやでも今の状況ではちょっと生きにくいんだよなみたいな、そんな感じがあるんですけども、ただ宇宙の流れとしては一人じゃないんだよって、大丈夫だよみたいな、なんかもう自分の望む未来をもっと描いていいんだよみたいな、そんな流れがすごくあるんです。ちょうどね、今年の後半っていうのは自分の人生を企画しましょうみたいな、自分の人生をどうやって楽しませるか、どうやって作っていくか、すごく宇宙が応援してくれてる時じゃないですか。でプラス魂の成長に関しても、もっと自分の精神を高みに持っていこうみたいな、もっと自分を信じていいよ、もっとなんていうかな、もっと自分を信じていいし、望むものを望んでいいんだよみたいな、そんな感じがすごくあるんです。でも躊躇しますよね、現状を考えたりとかすると。でも一人じゃないんだよって、ちゃんと守ってくれるパートナーや仲間や見守ってくれてる人がいるじゃないかみたいな、そんな感じのメッセージがすごく強いです。それが一番強い。だけども水亀座の皆さんがわあ嬉しいってなったら、この嬉しいっていう状態をキープしたらいいんじゃないかなっていうふうに思って、もういいかな、ここら辺でいいかなみたいな、そういう思いがあったり、じゃあ積極的に頑張ろうみたいな感じでちょっと表に出ようとすると、なんか急に横やりが来てるかのように感じたりして、ちょっと精神的には悩まされるみたいな感じがあったのかなと思うんですね。こなさなければいけないこともたくさんあるし、じゃあそれがスムーズにいくかっていうと、本当にこれは大変なんだよみたいな、なんかそんな感じがあるんですけど、現実世界の大変さっていうものは魂の成長に非常に役に立つっていう感じがあり、ついついといけるからいいっていうわけじゃなくね、とっても今開かれようとしている可能性があるみたいな感じがとってもあります。でその中でもちゃんと分かり合える人だったりとか、通じ合える人とか理解してくれる人っていうのはやっぱりいるんだなっていうふうに思うので、もしちょっと不安になったら、そういう人を頼ってみたりとか、声をかけてみたりとかして、一人じゃないんだなっていうことをちゃんと理解してね、現実を見てみてください。なんかね、現実世界は動きたいのに動けないみたいな、お布団の中で足ジタバタしてるぐらいの重苦しさみたいなのがあって、もしくは水の中で一生懸命歩こうとしてるみたいな、そういう感じなんですよ。進みたいけど進みにくいみたいな。だけれどもそこがなんとかじゃなくて、その中でもすごく応援してくれる人がいるよねとか、その状況だからこそ感じる自分の未来の展望だったりとか、もっとこうしたい、もっと自分にはこれが必要だ、もっとこれを欲しいみたいな、そういう思いが芽生えてくるっていうことが大事で、その可能性を宇宙は見せてくれてるんだよということなんですね。なのでオラクルがバンドの4ということで、すごく祝福されてる感じがするので、今本当に生まれ変わろうとしている水亀座さんにはぴったりのテーマでしたね。この10月までの流れって、そうかそうかっていうふうに私は個人的に思いました。頑張れみたいな、すごいいい感じで応援来てるんだなと思いました。必要なところに必要なものが来てる感じ、全部を全部パッケージで引き上げてくれるわけじゃなくて、ここは一人で頑張らなきゃいけないんです。でここはこの人に頼るんです。でもここはもうちょっと行ったら助け舟が来るからねみたいな、うまい具合にいろんな角度からいろんなエネルギーが入ってきて進んでいけるんだっていう感じがするので、おそらくご自身の中ではね、いろんなことを考えたりとか葛藤を感じたりとか、一難去ってまた一難みたいなことを感じるかもしれませんけど、それ全部含めていい感じで今進んでますよっていうようなメッセージでした。はい、これは非常にいいポジティブな気づきだなっていうふうに思いましたね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またこれを踏まえて10月までご自身の可能性を信じてね、進んでいってください。でまた細かいものはまた次の動画をご覧ください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいいねボタンやコメントいつもありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお待ちしております。今回もありがとうございます。失礼します。